どうも、ウェブマーケティングチームスクラボのズヤです。今回は徹底解説売れるオンライン講座の作り方初心者ガイドといった内容になります。今、オンライン講座がビジネスで熱いっていうことは知っていますか？中には個人のオンライン講座で数億といった売り上げを上げる人もいるほど、収益が上げやすく、そして何より自動化をすることができるビジネスモデルなんです。ただ、このオンライン講座、正しいやり方をしなければ一切売り上げにならず、魅力であった自動化もうまくいかず、逆にオフラインの講座以上に時間を取られてしまう可能性があるんです。はっきり言うと、オンライン講座には攻略法があります。実際私たちに相談に来た人で、オンライン講座を販売したが全然売れない、むしろ出したことで悪評がついてリアルのビジネスに悪影響があったといった方がいましたが、これからお伝えする方法を伝えたところ、自動で154名以上の受講生が集まり、ある販売サイトではベストセラー講座にまでなりました。この動画はそんなオンライン講座を初心者でも作れるように徹底解説しているものになりますので、正直長い動画になります。なので見やすく何度も見返すようにキャプチャーに分けてますので、ぜひキャプチャーを使ってみてくださいね。また YouTube は数多くの動画があるので、もう二度とあなたと出会うことがないかもしれないので、あの動画なんだっけって必要な時に思い出せなくなる前にチャンネル登録していってください。この動画はこのような流れで解説していきます。1、オンライン講座の基本知識。2、受講したくなる講座トピックを知る。3、講座のカリキュラムを作成する。4、オンラインコースの教材の作り方。5、オンライン講座プラットフォーム。6、受講生を増やす仕組み。7、オンライン講座を最適化しオートメーション化する。これらを解説していくことで、なぜ今オンライン講座が人気なのか、オンライン講座の可能性、オフラインで売れる講座がなぜオンラインじゃ売れないのか、その裏事情、売れる鉄板ジャンル5選、自動化して生産性 14.5% アップ、人件費 12.2% 削減した方法などが初心者でも分かりやすくなっているので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。そして今回の動画は無料プレゼントとして、オンライン講座のコンテンツをサクサクっと作れるオンライン講座作成テンプレートをプレゼントしているので、ぜひ動画を見て概要欄からプレゼントを受け取ってくださいね。第1章、オンライン講座の基礎知識。オンライン講座とは。そもそもオンライン講座とは一見分かりやすいですが、一度ここで定義づけしておきますね。オンライン講座とは、オンライン講座とはインターネットを介して学習を行う教育プログラムのこと。例えば特定の目的を実現するために受講生がいつでもどこでもアクセスできる形式で提供されるのが特徴。時間や場所に制限がなく、受講生個人個人のライフスタイルや仕事、はたまた家事や育児と両立することが魅力ですよね。世界中から参加可能のため、他にも地域性に影響されません。駅前留学みたいなものってその場でしか英語は学べないし、講師や場所などのコストもかかる。学びに行く人も時間や移動などのデメリットがないのが今オンライン講座が人気な理由ですね。さらに講座作成者は教育が自動化が可能なので、講座をする上での工数を削減できるので、本当にやるべきことに集中できるんです。オンライン教育市場に注目。そしてオンライン教育の市場は YouTube の市場が伸びるように、今動画そのものの市場が高伸びしています。教育産業もオンラインに移行しています。そしてそのどれもが市場拡大してるんです。その動画市場で何かを教えるビジネスをしている場合、もしくはしたいと思っている場合は、絶対にオンライン講座をやった方がいいです。なぜか、まず動画市場の中でも特に e ラーニングの市場は予想以上に伸びてるんです。 e ラーニングとはネットで学習する形式のことで、簡単に言えばオンライン講座ってことですね。2022年の予想では36兆円市場と言われていましたが、今はそれ以上の伸びをしています。しかしそれ以上に重要なことは、一般的な教育でさえもオンライン化が求められていること。こちらのグラフのように2014年に比べて市場は2倍になっています。それに合わせオンラインコースのマーケットプライス、つまり販売サイトのことですね。その大手のユーデミーの受講生も年々増加しています。つまり時代がオンライン講座を求めている、まさに大オンライン教育時代と言っても過言ではありません。今は個人でもオンライン講座を始めることができるような環境が整備されているということでもあります。さらに日本の3年進んでいる米国では、これからは商品を買う時代ではなく、商品の使い方を買う時代になったとも言われるようになりました。全ての個人や法人がオンライン講座を始めるべきとも言えるかもしれません。オンライン講座によって教育はどう変わったのか。オンライン講座の優れた点は、あなたの作成したレッスンや講座を受講生がいつでもどこでも好きなタイミングで受講することができることです。一昔前は自分自身でサイトに動画をアップロード、受講生が自分で膨大な動画やテキストをダウンロード、メルマガでフォローアップ、これらをしないといけませんでした。販売もオンライン化をすることも、決済会社との契約から募集ページの作成までやらないといけません。正直めちゃめちゃ大変で、
ウェブビジネスの中でも参入しづらいジャンルだったんですよね。さらに問題なのが、受講生がどこまで進んでるのか、行き詰まっているところはないか、連絡をもらわない限りわからないので、講座の改善もしにくかったんですよね。しかし現代では動画をダウンロードするのではなく、数分単位の動画を目次を見ながらカリキュラム通りに自分のペースで視聴できて、テキストも音声も届けられ、誰がどこまで受講しているのか、全体でどこで行き詰まりやすいのか、データを見て講座内容を変えることも簡単にできます。まだまだありますが、それは後に紹介します。とにかく場所問わず、受講生の人数に関係なくオンラインで学べる環境を提供できて、そしてオフラインでは1人の講師で100人同時に教えるのは現実的ではないのですが、教える人数のキャパに上限がないので、たとえ1人の講師で1万人を教えることも容易なんですよね。これまでにない多くの人にあなたの知識や経験を届けることができて、完全自動で受講したい人を集め、受講生が育つ環境を作ることも可能で、さらにオフラインで受講したい人もより集まりやすくなるので、オンライン講座をやることはメリット以外ありません。第2章、受講したくなる講座トピックを知る。さて、オンライン講座の可能性が分かったところで、実際に具体的に講座作りを始める準備をしていきましょう。まずは今、教室で教えている内容、自分の経験を講座で提供したいと思っているのならば、講座を作る前にその講座のトピックが売れるかどうか、これを知りましょう。つまりニーズがあるかどうかですね。求められてない講座を作っても全く意味がありません。この章では受講生が参加したいと思える講座のトピックについて解説していきます。正直この章を見れば出せばバカ売れする講座のジャンルが見つかるかもしれません。ニーズのない講座は作らない。問題です。オフラインでも売れるからオンラインでも売れると思いますか？半分は不正解で半分は正解です。大体のものは売れます。しかしオフラインで顔を突き合わせて売るのとオンラインで売るのとは全くアプローチが違うんですよね。曖昧では全く売れません。まずはっきりしないといけないのは、オンライン講座に関わらず人は何らかの問題や悩みを解決するために購入をするということです。例えば喉が渇いたから水を買う、海外出張するから英語講座を学ぶみたいな感じ。ここを明確に打ち出さないと全く売れません。以前私たちは試しに LP 制作メソッドというタイトルのオンラインコースを販売してみました。この講座なんですが全く売れませんでした。理由は明確です。タイトルを曖昧にしたからです。しかしこのタイトルをセールスレターテンプレートと変えてから月5人から20人が受講してくれるようになりました。これがオフラインであればきちんと説明すれば売れたかと思いますが、オンラインだとタイトル一つで売れる売れないが大きく変わってしまいます。なのでより具体的にニーズの調査をしないといけないんですよね。米国で人気のオンラインコースジャンル。オンラインで日本の3年先を行くと言われている米国。まだまだ日本ではオンライン講座は成長期前半ですが、米国ではかなり進んでいます。つまり今米国で売れてるコースが何かが分かれば、あなたが教えようとしている講座が売れるかどうかを容易に予想することができます。実際米国ではこのようなコースが売れると言われています。分かりやすくするために表にまとめてみました。気になる方は一度動画をストップしてみてくださいね。またユーデミーなどで売れるかどうかを予想することもできます。ユーデミーはもともと米国のサービスのため、今日本では売れていないジャンルのコースがたくさん出ていて実際に売れています。例えば日本のユーデミーでは車塗装と検索してもコースは出てきません。しかし英語にしてカーペイントで検索するとコースが表示され、なんとベストセラーコースになると800名以上も参加しているのです。 Google USA で検索してみてもいいです。カーカスタムオンラインコースで検索するとあらゆるコースが出てきます。このようにあなたが教えたいジャンルも一度英語でリサーチしてみてください。コースに5つの購買欲求を追加する。昔からこれは売れると言われている5つのジャンルがあります。それがこのジャンルです。あなたが作りたいオンライン講座はこの欲求に当てはまりますか？もしないのならばこの欲求につなげられないかを考えてください。例えば私たちがプロモーションした事例で動画ディレクターになるための講座を作りました。これはどう考えても売れません。しかし動画クリエイターの動画編集作業を5分の1にして収入を2倍以上にするとお金と時間削減にフォーカスを当てたら売れました。それはなぜか。これは会社員として動画編集をしている人向けからフリーランスで動画編集をしている人向けにしたから売れたのです。直接的にお金に結びつける必要はありません。あくまで匂わせるようにすればいいのです。第3章、講座のカリキュラムを作成する。この章では実際にオンライン講座のカリキュラムの作り方を学びます。いきなり講座を作ってもエンゲージメントの高いものにはなりません。エンゲージメントとは視聴者が講座を見て反応した数値。これが高いということは
それだけ視聴者が行動してくれてるということなので、満足度の指数と言ってもいいですね。これが高ければ継続率も上がり、新しい商品を出しても購入率が高くなるので、収益との関係性が高い数字なんです。そのエンゲージメントを高くするには、カリキュラムがとても重要なんです。オンラインだからこそカリキュラムを作り、そのカリキュラム通りに教材を作っていかないといけません。正直これができてないオンライン講座は多くあります。受講生にとって成果、結果を出せる講座、そのオンライン講座の作り方をテンプレートとともに紹介していこうと思います。誰がどうなるかを決める。ほとんどの人がここを決めずにいきなり講座を作り始めます。そのためほとんどの人が一貫性がなく受講しにくい講座を作ってしまいます。実際私たちのクライアントさんは何も計画せずに作り、星 3.2 の評価、相談に乗っていると彼は最初から過ちを犯していたのです。それがどんな問題を抱えている人が受講してどうなるかです。これがなかったため彼は動画編集をやったことがない完全初心者に向けて動画編集の専門用語のシーケンス、インサート、エクステンションなどの言葉を使って説明していました。分かってる前提で話が進む講座、置いてきぼりになる受講生、星 3.2 が逆に奇跡です。これは彼が受講生が誰か前提としてどういう知識を持ってるか、最終的にどこに持っていきたいかが決まってないから起こってしまったことで、そうならないためにまず3つの質問に答えてください。1、対象者は誰か、どんな人か。2、どんな問題を抱えている人ですか。3、受講してどうなるか。するとあとはスタートとゴールをつなぐだけで講座は完成します。それだけで評価は上がっていきます。セッションで全体構成を作る。セッションとは本でいう章のことです。この章で講座全体の構成を作っていきましょう。この際にはこのテンプレートが役に立ちます。こちらは概要欄から受け取ってください。まずはスタート地点からゴールに向かうために受講生が何をすべきか、どの順番でクリアすべきかを決めていきます。例えばこの動画もそうです。この動画のスタートとゴールは、スタートオンライン講座を作りたいと思っている人が、ゴールオンライン講座を作れるようになるです。このスタートの状態からゴールを実現するための章で構成を作るんです。スタートオンライン講座を作りたいと思っている人がこれらのプロセスを経てゴールオンライン講座を作れるようになる、このようにこの動画は作っています。なのでこんな感じでセクションをまずは作っていきましょう。レクチャーを作る。オンライン講座は基本的に動画で作りますが、よくあるセミナー映像の配布のように1時間2時間のボリュームで作ってはいけません。こちらのユーデミを見てください。一つのレクチャー、レッスン動画の時間は2分から15分以内です。なぜこんなに短いか。受講生が見たい箇所を見れるだけではなく、途中で休憩をしても同じところから受講することができるからです。さらに受講生全体のエンゲージメントも調査できます。動画の最初からエンゲージメントが低かった。だからレクチャーの順番を変えて追加レクチャーを作ることによってエンゲージメントが上がりました。より詳細なカリキュラムの作り方は概要欄にあるオンライン講座のカリキュラムの作り方7ステップの記事を参考にしてください。第4章、オンラインコースの教材の作り方。オンライン講座は教えている内容によって動画教材の撮影方法が変わります。大きく分けてレッスン動画、授業動画など撮影する形式の動画か、スライド動画、PC 画面を録画する動画など PC 画面を録画するスクリーンキャスト動画、この2種類です。そして動画だけではなくあらゆる教材を作成する必要があります。例えばレジュメなどですね。この章ではその教材の作り方と必要なツールを紹介します。Zoom のライブ動画。まだ講座を作る自信がないのならば Zoom などでライブで講座を作ったものを収録してもいいです。リアルタイムで受講生との会話を通じてレッスン動画を作ればコースの内容も作ることができます。Zoom で受講生を集めます。リンクを送るだけ。それで講座を開始することができます。そしてそのライブ映像は録画することが可能です。後日動画編集ソフトでカットをしてオンライン上で動画を視聴できるようにすればオンライン講座を完成させることができます。レッスン動画。レッスン動画は技術やスキル系の講座にぴったりです。ヨガやゴルフ、料理などに最適。例えばゴルフ。このようにスイングなどのポイントを視覚的に見ながら練習をすることでスキルや技術を身につけれます。この事例にあるように、このレッスン動画の最大のポイントはカメラワークや構成を考慮した上で撮影をすることです。必要とあらば2つのカメラが必要な場合もあります。なのでこの形式で講座を作る場合、こちらの3つを用意しましょう。あとは編集は結構大変です。Adobe Premiere Pro や Final Cut Pro などを活用してください。授業動画。まさに
学校の先生が生徒に教えるようにホワイトボードを使って授業を進めていきます。中にはホワイトボードなしでやる人もいます。スピーチのように言葉と身振り手振りで教える人や、編集をして途中でスライドを入れる人などもいます。ホワイトボードを書いてしまえば授業ができるので、準備期間はそれほど必要ないのが特徴です。必要な機材はレッスン動画よりも少ないです。より高度な映像を求められがちですが、それよりも重要なものがあります。それは音質です。動画講座で最も重要なのはノイズが乗らないこと。これが多いとエンゲージが下がりますので、ノイズカットをしたり音楽を入れたりして視聴しやすくしてあげましょう。スライド動画。スライド動画はプレゼン資料を録画してそこに声を当て込むタイプの動画。顔出しなしでもできます。スライドを準備しないといけませんが、プレゼン作成が簡単にできるサイト、キャンバを活用すれば簡単にクオリティの高いスライドを作れます。私の場合はまずキャンバでスライドを作ります。そのスライドをカムタジアで画面を録画します。キャンバでそのまま録音することも可能です。キャンバで録音する場合、必要な機材はコンデンサーマイク。動画の編集はカムタジアかスクリーンフローのみなので、最も低価格でスタートすることができます。ウェブカメラなどでスライドの一部にカメラ映像を見せることもできます。スクリーンキャプチャー動画。スクリーンキャプチャーとは PC のディスクトップ画面を録画することができる機能です。ソフトウェアの使い方を教える際には必要です。例えば動画編集ソフトの使い方やワードプレスでウェブサイトを構築する方法などというものに適しています。先ほど紹介したカムタジアやスクリーンフローで録画をするだけです。必要な機材はコンデンサーマイク。動画編集はカムタジアやスクリーンフローのみ。第5章、オンライン講座プラットフォーム。オンライン講座のコンテンツが完成したら、プラットフォームにアップロードしていきましょう。実際、オンライン講座を作るフェーズですね。プラットフォームは主に3種類あります。マーケットプライス、独自制作、ラーニングマネジメントシステム。それぞれの特徴と使用用途についてこの章では解説していきます。マーケットプライス。まず最初のプラットフォームはユーデミ。教えたい人と教わりたい人をつなぐオンラインコース販売サイトです。主にビジネス、デザイン、IT、自己啓発、ヨガ、ボイストレーニングが人気のコースで、それ以外のコースも充実しています。ユーデミのメリットとデメリット。販売ページからコースの受講するページまで全て用意してくれています。登録は無料なのでゼロから講師として活動できます。あまり大きな収益を得ることはできませんが、ユーデミー内でコースや講師が評価されることで、あなたの講師の実績として評価されるでしょう。しかし、講座の価格が最大27,800円であり、手数料が取られるため、あまりビジネスとして拡大は期待できません。とはいえ、私たちの講座ともあまり力を入れず、コースを追加するだけで、ユーデミーの売上コース収益は150万円を超えています。独自で構築。独自のサーバーとドメインで講座を作りたい。もちろん自分で収益をし販売する場合はワードプレスがおすすめです。ワードプレスは無料で使えて、主にブログとして使われていますが、使い方次第ではオンライン講座も作れます。ユーザー管理ができるプラグインを使えば、ログインした人しか見れないページも作れます。そこに YouTube や Vimeo でアップロードした動画を見せる。これで完成です。しかし、一つの講座を作るたびに毎回新しいワードプレスをインストールしなければいけないこと。受講生のデータの解析が難しいのがデメリットです。そして何よりも何本もの動画をアップロードするのがめんどくさくなるので、1時間や2時間の動画をアップロードして受講生が学びにくくなってしまうのです。ワードプレスのメリットデメリット。自分で決済ページや販売ページを作らないといけませんが、テーマやプラグインを有効活用すれば自分で好きなように作ることができます。私たちの場合は Optimize Press というプラグインを使っています。こちらは綺麗なメンバーページを作ることができるので気に入っています。私たちの場合、これで実践用の講座だけをワードプレスで作っていました。ワークシートを共に埋めていくことで企画を作ることができるようになっています。LMS。そして最後がオンラインスクールを構築できるプラットフォームであるラーニングマネジメントシステムです。学習をマネジメントするシステムというだけあり、オンライン講座を比較的に簡単に作れます。おすすめは Teachable、カジャビ、シンクフィックが有名で使いやすいでしょう。有料ではありますが、独自のドメインで運営することもでき、ランディングページ、ステップメール、決済、講座の受講ページまで全て一括で作成可能です。オンライン講座をやるならこれ一つあれば全て揃います。LMS のメリット、デメリット。LMS はどれも有料であること。そして日本の LMS は高額なので、英国のシステムを使わないといけないのがデメリットです。しかし、最初に日本語版に設定し、使い慣れれば気にはなりません。それ以上にメリットがあります。先ほどの LP、ステップメール、決済が作れること。そして動画をただ視聴できるだけではなく、倍速視聴、テキスト、音声や資料の配布、クイズ、コメント欄などを入れられます。
これさえあれば困ることはありません。アフィリエーターを集めることができるので、集客や販売をサポートしてくれる機能が豊富にあります。第6章、受講生を増やす仕組み。オンライン講座を作成しても受講生がいなければ意味がありません。受講生を増やしてこそ講座の質は上がります。実際どれだけ最初に念入りに計画をしても、オンライン講座を作成しても80点には届きません。それならば60点でも十分です。講座を受講する人を増やしてクオリティを少しずつ高めていきましょう。この章ではその初めの第一歩、受講生の増やし方に関して効果的なヒントを紹介します。オンライン講座のマーケティング計画。これまでオンライン講座を作れたら、次はマーケティング戦略に落とし込みましょう。具体的にはマーケティングパネルの様々な段階にある人々向けに分けましょう。パネルとはこのようなものです。マーケティングパネルを作って段階に分けます。まずは意識させ、興味関心を抱かせ、購入という流れを作るわけですね。そして各段階でコンテンツを販売するのです。まずあなたがすることは、あなたが提供するオンライン講座に参加する見込みのある人を決めます。実際に見込みのある人をアクセスしたとき、彼らが求めているコンテンツは何かを決めます。もっと明確に言うと、彼らが解決したいちょっとした問題は何かを決めるのです。それを電子書籍だったり講座の内容を抜き出して無料で配布して、メールアドレスを登録してもらいましょう。ここで重要なポイントは、誰でも登録してもらおうという考えは必要ありません。意識させるトップオブザパネルは、あなたの講座に参加する見込み客のある人を集める蒔絵を決めるのです。そしたら解決しなければいけない問題を抱えている状態から、この講座は私にとって必要だと思ってもらう段階に入ります。意識した状態から興味関心で、ここでメールや動画を活用し、あなた自身の専門性を認識してもらって、問題とその解決策を発信します。すると読者はあなたの講座に参加をすれば、抱えている問題を解決できると思い始めるのです。そして十分な関係構築と教育をしたらアクションに移行します。興味関心、購入へ。ランディングページを用意して購入に誘いましょう。この仕組みが完成をしたら、アクセスさえ集まれば一定の制約率で講座が売れるようになります。完成したらやることはトラフィックを流すだけです。ブログ、SNS、YouTube、広告などを活用してアクセスを流し込みましょう。実際にこのシンプルな仕組みだけで、私たちは 29,800 円のオンラインの講座&コミュニティに4500名以上が受講してくれました。しかしこの仕組みが活動するかどうかはチェックをしておくことをお勧めします。例えば有名なサイトさくらさくラボでは、無料で提供するプレゼントを欲しがる人はどんなキーワードで検索をしているかを調査します。例えば Google のキーワードプランナーで無料で提供するプレゼントを欲しがる人はどんなキーワードで検索しているのかを調査します。例えば痩せたことがないで検索をしたら1位になった時の想定流入が出てきます。合計すると毎月338名が集まるということです。SNS や YouTube、他の検索エンジンでも調査をするとニーズがあるかどうかは判断できるはずです。例えば私たちは広告を出さずブログ SEO で求めている見込み客を集めていましたが、1日30人が登録してくれました。そこから 10% の人が購入、29,800円 ×3 は 89,400 円が1日平均収益でした。5年間何もしてくれなくても集客をしてくれたのです。さらにその時のプロモーションした講師の方は書籍の出版の依頼が来て見事出版デビューをしました。その後講座をサブスク形式にし、さらに収益が伸び、参加者との密なやり取りができるようになりました。このようにマーケティングパネルを活用した仕組みを構築すれば、自動的に講座の参加者を増やすことができます。マーケットプライスから集客する。しかし SEO も SNS も集客するのには時間がかかります。少なくとも3ヶ月1年は必要です。広告を出稿する費用も捻出できない。そこまでの時間が取れない。完全に初心者で実績もないのならば、マーケットプライスを検討しましょう。例えば、ユーデミーではオンライン交付としては日米でもトップのオンライン交付のマーケットプライスプラットフォームです。個人でも簡単に始められます。このプラットフォームは世界で5000万人が利用しているため、それだけのアクセスを見込むことができます。つまり、ユーデミー側で集客をしてくれるということ。無料でも講座を出すことができます。私の無料講座一つで受講生の数が1000人を超えています。もちろん、有料も販売可能です。これらのマーケットプライスの中ですでに売れているトピックがあなたが制作したい講座とマッチしている場合はコースをつけましょう。そしてコースの最後のところにボーナスレクチャーをつけて見込み客を集めれば非常に質の高い見込み顧客が集まります。有料の場合は収益を得ながら集客をすることが可能です。他にも Kindle 出版、ここならノート販売なども使うことができます。メルマガで教育する。見込み顧客はあなた自身のこと、あなたのコンテンツに対して意識はしているけど、講座までは興味や関心を示してはいません。そのため、ここで読者の教育、
読者との関係構築を行っていきます。例えば、あなたが住宅でできるダイエットプログラムの講座を作ったとします。体重を減らしたい、体型を整えたいという人は、食べ物を変える、運動をする、意識を変えるなど、いろんな選択肢があるわけです。あなたが見込み顧客を集めている時点では、ダイエットに関するものでリストを獲得しているので、ダイエットがしたい人がいるのは間違いないです。そこに対して、あなたの講座こそがベストな選択であるということを知ってもらう必要があるのです。そのために問題とその解決策、他の選択肢との比較、ケーススタディ、デモをメルマガと動画などを使ってコンテンツを届け、あなたの講座の素晴らしさを伝えていくのです。そして最終的にオンライン講座を販売する。ランニングページ、ウェビナー、オンライン説明会で販売していきます。購入するかしないか、受講するかしないかの選択をしてもらうため、あなたの講座が読者にとって最良な選択である可能性があることを示すのです。メルマガもこれまでの問題の解決方法はこちらというリンクからこの講座をチェックしてくださいというように変わります。誘導するページの内容も変わってきます。コンテンツを届けるページとは違い、販売をすることを目的に設計されたページです。これをランディングページと言います。このランディングページのテキストを動画にしたらこのようになります。ウェビナー販売日程を決めて、Zoom でオンライン説明会で売ることもできます。無料個別相談やコンサルで直接対話して受講を促すこともできるでしょう。高額であるほどリアルに近くすれば一定の制約率を見込むことができます。低価格から高価格、サブスクリプション。基本的には低価格から高額を売るのが常識です。ユーデミ1200円、低価格コース9800円、中価格講座98000円、高額指導50万円というように段階的に高額にした方が制約率が高くなるのが一般的。しかし、これが必ずしも正しいわけではありません。オンライン講座の優れた点は、ありとあらゆる決済手段をできるところです。期間が決められている講座ならば、分割決済も使えます。一括を割引し、分割を高くするなど、あなたの自由です。広告費 LTV。オンラインでビジネスをするにあたって最も重要なのは LTV です。LTV とはライフタイムバリューのことで、顧客が生涯にわたってあなたの口座にどれだけの投資をしたのか、それが顧客にとってあなたの口座の価値を測る指数になります。我々の口座が100リストで計100万円の売上。これが1人の受講生を集めるための投資よりも高ければ、広告を出稿すべきです。10万円広告費を投入し、100人の受講生が集まれば、利益は90万円残ります。オンラインの講座は、プラットフォーム使用料と決済手数料しかかかりません。その分、利益になり、広告宣伝費に使えます。一定の制約が出ることが分かれば、迷わず広告を出稿しましょう。集客を自動化できます。第7章、オンライン講座を最適化し、オートメーション化する。私たち人間にとって時間は貴重です。あなたの時間も受講生の時間も失えば二度と戻らない時間はお金よりも貴重なため、あなたと受講生互いのためにオートメーション化をすることは何よりも重要なこと。実際営業でマーケティングオートメーションをすることで営業の生産性が 14.5% 向上し、人件費を 12.2% 削減できるというデータがあるように、自動化をすることは取り戻すことができない時間と無駄な労力とお金を削減してくれます。この章では、そんなオンライン講座を最適化し自動化をする方法を紹介します。データドリブンって売上と満足度アップ。直感や感覚に頼らずデータを見て講座を改善することによって講座の満足度を高めることができます。もちろん講座に参加する率を高めることも可能です。例えばこのようなデータがあります。こちらは見込み顧客を獲得するページの登録率。最初は 4% 程度しかないので、こちらを改善をするとこのように引き上げることができます。単純に売上は 2.5 倍になる可能性があります。オンライン講座も LMS を活用すれば受講生が何をどの順番で講座の内容を進行しているかを一目で見ることができます。こちらは Teachable というオンラインスクールプラットフォームです。進んでいない受講生に個別でメッセージを送ることもできるし、講座内容を分かりやすくしてあげることによって講座の満足度を高め、成果や結果を出す確率も上げられます。他にもシンキフィックやカジャビなどでも同じように分析できます。講座の満足度を上げる数値。オンライン講座を LMS で作成すると、このようなデータを取得することができます。講座の収容率、コースの平均収容率、コースごとの平均収容率をこちらで見れます。ビデオ統計、コース内のビデオのパフォーマンスを表示します。ビデオエンゲージメント、再生率などに関するデータも含みます。クイズのスコア、受講生がコースのクイズで平均してどのように成績を上げているのかを表示します。リーダーボード、コースの受講生のリストが進捗レベル別に整理されて表示されます。このデータをうまく活かすことであらゆることができます。例えばリーダーボードを月に1回チェックをすれば講座の進捗状況ランキングができます。何かプレゼントを用意すれば受講生が積極的に参加するように誘導することもできます。顧客の声を定期的に集めシェアし、
受講進行度を上げる。講座の満足度を上げようとするときに、講座の内容を何とかしようとしない方が実はいいんです。より詳細に教える。より分かりやすくする。動画のクオリティを上げる。これらは確かに素晴らしいことだし、やらないよりもやった方がいいです。しかし、それよりも先にすべきことがあります。それは受講生の声をシェアすることです。実際、顧客の声を届けることによって、顧客ロイヤリティが上がり、口コミでの拡散や顧客単価が上がるというデータが出ています。受講生はより高度な知識を学びたいのではありません。顧客は自分の学んでいることが正しいのか、問題を解決することができるのか、成果や結果を出すことができるのか、これを気にしているんです。その不安を乗り越えるためには、新しい知識や経験を提供することよりも、成果を出したい人がいるの方が格段に影響があるのです。コーチ・コンサルサービスを用意する。もしあなたの講座の中で受講生が行き詰まる部分があったり、一人では答えを導き出すのが難しい、実践したことが正解か間違いかを素人では判断できない要素があるならば、コーチングやコンサルを入れてすぐに解決できる環境を用意しましょう。有料無料どちらでもいいです。すでにあなたの講座を受講している生徒はあなたのことを強く信頼しているため、行き詰まった時に頼れる環境を用意することは満足度を高めることに直結します。Teachable ではコースの中にコーチングやコンサルサービスを入れることができます。私たちの SEO のブログコースではトピック選び、サイト設計、記事の添削など一人では解決できない場合があります。その時にコースの下に個別相談を入れています。自動でカレンダー予約ができるようになっています。あとは Zoom や Meet で予約した日に彼らの相談に乗って彼らが行き詰まっている部分を解決し、スムーズに講座を完了させることができるようになっています。細かい問題や悩みを解決していく。最初にオンライン講座の内容を完璧に作ってはいけません。大枠で外してはいけない部分だけをまずは作成しましょう。なぜか細かい問題や悩みまで解決することができたら、コースのカリキュラムが細かくなりすぎてエンゲージメントが低下するからです。それならば別のセクションを作ったりドリップ機能を活用しましょう。ドリップ機能というのは講座開始後〇〇日後にしか視聴できなくする設定。メールも動画公開されたら自動送信することができます。この機能を使えば講座の内容を進める中で行き詰まったところにフォローをしてあげることができます。例えば私たちのブログ SEO の講座でブログ記事の書き方を1パターンしか紹介しませんでした。しかし、キーワードによって多少変わります。これを最初の講座内で入れてしまうと、動画の時間が長くなってしまう。だから、ドリップ機能を使いました。クリックすると、サポート動画を視聴できます。さて、ちょっと長い動画でしたが、どうでしたか？これでオンライン講座を作れるようになったかと思います。オンライン講座を作る上でのポイントは7つ。1、売れる講座の選び方。2、カリキュラムの作り方。3、講座の収録方法。4、オンライン講座のプラットフォーム。5、オンライン講座の集客。6、販売方法。7、受講生の満足度を最大化する方法。この7つのポイントさえ押さえれば、売れるオンライン講座を作ることができますが、実際に行動しなければ、いつまで経ってもオンライン講座でビジネスはできません。この動画の中でも時間の重要さは話しました。今、この動画を見てる時でも、時間はどんどん失われていきます。時間がなくなれば、せっかく今ホットなビジネスでも、いずれライバルが増えて参入しにくくなるでしょう。YouTube もそうですよね。10年前に参入していたら、今頃 YouTube でのポジションは取れてうまくいったでしょう。なので、今すぐ行動してみてください。今すぐできる行動としては、あなたはどんなオンライン講座を作りたいですか？そのために、このガイドの何から始めますか？この質問をコメントで残してください。人は何か実際に行動した瞬間にスイッチが入り、次の行動に移しやすいといったデータがあるので、これだけでも行動することができますよ。もちろん、私たちもコメントが増えて嬉しいですしね。次にチャンネル登録もしておいてくださいね。あと、冒頭で話した無料プレゼントもこの機会に概要欄から受け取ってください。無料プレゼントはオンライン講座のコンテンツをサクサクっと作れるオンライン講座作成テンプレートです。それでは次回の動画でお会いしましょう。